回はこちらのミュージックビデオを制作しながら、キャンバス機能を使って効率よく動画を生成できるアグリゲーターツール、リノイズ AI をご紹介します。リノイズでは C ダンス 2.5 はもちろん、ミニマックス H さんやジェミニオムニ、クリング 3.0 など、様々な人気動画生成モデルへ一つのプラットフォームからアクセスできます。さらに、動画制作に必要なプロンプトや演出を一緒に考えてくれる AI エージェント機能も搭載されています。AI エージェントというのは、簡単に言えばチャット GPT のように会話しながら相談できる制作アシスタントのようなものです。チャッピーですね。そして特に嬉しいのが、この AI エージェントとの会話では生成クレジットを消費しないという点です。AI エージェントを使うタイプのサービスでは、相談しているうちにいつの間にかクレジットが結構減っていた、なんてこともあるんだよね。でもリノイズではエージェントに相談したり、プロンプトを考えてもらったりするだけなら、クレジットを消費しません。ここ、かなり嬉しいポイントです。ミニマックス H さんや C ダンスといった最新の動画生成モデルは、公式ドキュメントを見てもわかる通り、参照素材の役割やカットごとの演出、音声との同期など、プロンプトの構造がかなり複雑になっています。正直、人間が毎回すべてを手作業で書くのはかなり大変です。だからこそ、これからの動画制作では、相談しながらプロンプトを組み立ててくれる AI エージェントがとても頼れる存在になってくると思います。また、現在リノイズでは1週間限定のサブスクリプション 50% オフキャンペーンを実施中です。動画を見てリノイズが気になった方は、概要欄の専用リンクからぜひ試してみてくださいね。それでは早速リノイズ AI へアクセスしていきましょう。画面はかなりシンプルにまとめられているので、初めて使う方でも比較的迷いにくい UI だと思います。まずはミュージックビデオで使用するライブ会場の背景素材を作っていきます。最初に AI エージェントを開いて、どんな会場にしたいのか相談してみましょう。今回は参考にしたいライブ会場の画像を渡して、このような雰囲気の大規模な昼間の野外ライブ会場を作るプロンプトを考えてください。と伝えます。すると、こちらの希望や参考画像に合わせて AI エージェントが生成用のプロンプトを提案してくれます。このまま AI エージェントとの会話画面から画像を生成することもできますが、今回はキャンバス機能を使った制作工程を紹介したいので、提案されたプロンプトをコピーしてキャンバスへ移動してみましょう。リノイズのキャンバスは生成した画像や動画、音声を一つの画面上で自由に整理できる制作ワークスペースです。キャンバス上に配置されているそれぞれの素材や生成ブロックをノードと呼びます。画像、動画、音声、テキストプロンプトなどが一つずつノードとして表示されるので、複数の素材を見比べながら制作の流れを視覚的に整理できます。さらに、ノード同士をつなぐことで、どの画像や音声を参照して生成したのか、その関係も一目で確認できます。つまり、キャンバスでは素材の生成から整理、比較、次のカットの制作まで一つのワークスペースで進められるということです。素材が増えても制作の流れを見失いにくいので、初心者にもわかりやすく、中級者にとってもワークフローを整理しやすい機能なんだよね。それでは、キャンバスを開いてみましょう。まずは画面左側にあるプラスアイコンをクリックして、画像を選択します。キャンバスではこのように目的に合ったノードを追加しながら制作環境を組み立てていきます。今のままだと少し画面が見づらいので、背景を黒いテーマへ変更してみましょう。設定場所はここですね。追加した画像ノードをクリックすると、モデルや生成設定などのパラメーターが表示されます。先ほど AI エージェントが考えてくれたプロンプトを貼り付けて、背景画像を生成していきましょう。リノーズでは、ミドジャーニーやシードリーム、GPT イメージなど主要な画像生成モデルを一つの画面から選べるようになっています。制作内容に合わせてモデルを切り替えながら比較できるのも魅力ですね。背景素材が完成したので、続いて事前に用意しておいたキャラクターの参照画像と音源ファイルをアップロードします。音源については、今回の動画で参照させたい部分だけをあらかじめ切り出して用意しています。ここから動画生成用のワークフローを作っていきましょう。画像ノードの横に表示されているプラスアイコンをドラッグして、そのまま何もない場所で離します。すると、接続先として追加するノードを選べるので、ここでは動画を選択します。これで新しく作成された動画ノードに画像ノードが参照素材として接続されました。同じようにオーディオノードも動画ノードへ接続します。
このようにキャンバスでは配置したノード同士を線でつなぐだけで、画像や音声を動画生成の参照素材として指定できます。通常の動画生成画面では、カットを作るたびに同じ素材を選び直したり、アップロードし直したりすることがありますよね。キャンバスなら、一度配置した素材を複数の動画ノードへつなげられるので、同じキャラクターや背景、音源を使って複数のカットを作るときに便利なんだよね。さらに、テキストノードへプロンプトを保存しておけば、毎回コピーして貼り付ける手間も減らせます。キャラクター、背景、音源、プロンプト、そして生成結果の関係をキャンバス上で視覚的に整理できるというわけです。イメージとしては、ComfyUI のワークフローをもう少しシンプルでわかりやすくしたような操作感ですね。今後、プロンプトの一部分を自動で切り替えられるワイルドカードのような機能まで追加されたら、バリエーション制作もさらに面白くなりそうです。それでは、今回のライブ映像風ミュージックビデオを実際に作っていきましょう。まずは、使用する音楽を用意します。今回はリノイズの外部で音源を制作し、スノー AI を使ってみました。ライブ音源らしく仕上げるコツは、スタイルプロンプトにライブ特有の要素を入れることです。例えば、アウトライブコンセート、ローリングオーディエンス、クラウドチャンツ、ステージアンビエンス、マイクロフォンフィードバック、ナチュラルウォーカーインパーフェクションズ。このようなワードを加えると、歓声や会場の残響、少し荒れた歌声など、ライブらしい空気感が出やすくなります。あとは、ひたすらガチャです。何曲か生成して、お？と思う曲が来たら、そこから仕上げていく感じですね。今の音楽生成 AI はかなり優秀なので、自分で楽器の音を足さなくても十分なクオリティになることが多いと思います。私の場合は最後にマスタリングだけして完成させることがほとんどかな。完成した音源は動画生成で使う部分だけを短く切り出して書き出します。具体的には歌が入っている部分ですね。この作業は動画編集ソフトで済ませた方が結果的には早いと思います。キャラクター画像、背景画像、音源ファイルが揃ったら、それぞれのノードを動画ノードにつないで参照素材として設定します。では、動画生成モデルはどれを使うのか。今回は Minimax H3 を中心に使っていきます。個人的には映像の質だけで比べると C ダンス 2.5 の方が好みです。できることなら全部 C ダンス 2.5 で作りたい。でも、今回の検証では楽曲の参照に癖がありました。参照音源を渡しても、その曲がそのまま使われず、別の音楽に変化してしまうことがあります。そのため、リップシンク目的で使う場合は、かなりのガチャが必要になりました。一方、今回試した Minimax H3 では、参照させた音楽がそのまま保持されやすく、歌唱タイミングも合わせやすい結果になりました。ただし、激しい動きのある演出や実写系の肌の質感、参照人物の一貫性については少し難しさがあるかなという印象です。反対にアニメ系の映像やタイポグラフィーとはかなり相性がいいんだよね。今回はそれぞれの得意なところを見ながらモデルを使い分けて制作していきます。素材をつないだ動画ノードにプロンプトを記述します。今回はエージェントに相談しながら Minimax H3 用の構文で作ってもらいましょう。詳しい書き方は Minimax H3 の公式 GitHub でプロンプトライティングガイドとして公開されています。今回のように画像や音声を参照する場合はフルのレフレンスモードという形式を使います。この形式ではまず参照素材ごとにキャラクター、背景、音声といった役割を決めます。さらにどの特徴を維持するのか、どのタイミングでどんなカットを入れるのか、音声をそのまま使うのかなどを決められた項目に分けて記述します。正直これを毎回手書きするのは大変です。そこでリノイズのエージェントに使う素材とそれぞれの役割を伝えます。今回は画像1がキャラクター、画像2がライブ会場の背景、オーディオ1が歌唱タイミングの基準です。あとは作りたい演出やカット割りを日本語で伝えれば、エージェントが H3 用の構文に整理してくれます。難しい形式を全部覚えなくてもいいんだよね。問題がなければ動画ノードへ貼り付けて生成を開始しましょう。生成された結果が気に入らない場合、新しく動画ノードを作らなくても、このノードで再生成することができます。今回は歌のない部分の映像を C ダンス 2.5 を使って作ってみました。リップシンクが必要ない場面なので、
動きやカメラワーク、映像の質感を優先できます。歌唱シーンはミニマックス H3、演出カットはシーダンス 2.5 というように、モデルを使い分けていきます。ここからは動画編集ソフトでの仕上げ作業です。まず、元の音源をタイムラインに配置します。生成した各クリップの口の動きと音声波形を確認しながら、歌唱タイミングが合うように並べていきます。細かく位置を調整して必要なカットをつないだら、ミュージックビデオの完成です。それでは最後に、今回制作したライブ風ミュージックビデオをご覧いただきながらお別れしましょう。今回のお相手は、あなたのパンコちゃんでした。アデュー。Everybody dressed in black. The guitarist looks too serious. The drummer nearly broke his back. The twins are on the speakers. The bass is shaking.